皆さんこんにちは。日本語講師のゆりです。まさです。皆さんはお元気ですか？私はちょっと元気じゃないです。歯茎が痛くて、歯茎の歯は口の中にあるものを噛む部分のことですね。で、歯茎は歯の根元の赤い部分のことなんですが、ここが痛くて口を開くのが大変なんですよ。そうなんですか？はい。今日もちょっと滑舌が悪いかもしれません。ちょっと声が聞き取りにくかったら申し訳ありません。ゆっくり喋りましょう。はい、ゆっくり喋りたいと思います。では、早速、今日のエピソードに行きましょう。今日のエピソードは、飲み会で仲良くなった？それは嘘です。というタイトルです。はい。今日は私が思う日本人のちょっと怖いところについての話です。タイトルが不穏ですね。そうですね。不穏っていうのは穏やかではないという意味ですね。皆さんの国では飲み会はありますか？日本でいう飲み会は会社の人たちと仕事が終わった後に居酒屋、お酒と食べ物を楽しめる場所に行って、お酒を飲みながら話をする会のことですね。それを飲み会と言いますね。はい、そうですね。だいたい上司がいない飲み会では上司の愚痴や悪口が多くなりがちですよね。そうですね。上司は自分より役職が上の人のことなんですが、ボスっていうことが多いですかね、海外だと。で、その人の愚痴が多くなりがちです。確かにその場にいない人の話題が出たりしますね。ですよね。逆に上司がいるときは、ちょっとみんなかしこまって、上司の話をって聞く感じになりますよね。そうですね。上司がいるときは、みんな急に会社モードになりますね。例えば、部長がゴルフの話をしていたら、いやー部長、ゴルフうまいっすもんね、みたいな感じですね。はい、確かにありますね。上司の人を上司上げするってことですよね。ちょっと上に上げて、喜ばせるっていう意味なんですけど、上司上げの上げは上げるの略で、意味は褒めるが近いですね。はい。よいしょするとも言いますね。飲み会っていう文化は私の世代30代より上では参加して当たり前という風潮がありますね。はい。風潮っていうのはある時代や会社の中で多くの人がなんとなく持っている考え方や雰囲気のことですね。でも私より下の世代は少し違うみたいです。お金が出ないなら業務じゃないので、出るか出ないかは自分の意思で決めていいですよねという考え方が強い気がします。確かに。僕の周りでも若い子たちはもうはっきり言いますね。すみません。予定があるので今日は無理ですって。そうですよね。私たちの世代ってちょうどその狭間、間なんですよね。絶対強制ではないんですけど、空気的にちょっと断りにくいみたいな。まさにそうですね。断った瞬間、行かないのみたいな空気を感じますね。そうなんですよ。わかります。まあでも、仕事中はプライベートの話ができないので、飲み会で関係を深めるのは大事だよねっていう考えの人もいますよね。そうですね。特に上の世代ほどその意識が強い印象がしますけど、それはそれでその意見も私は理解できますね。はい、私もそう思います。目的が仲良くなることなら飲み会じゃなくてもいいと思うんですけど、仕事の後となると必然的にそうなっちゃいますよね。そうですね。上司がノミニケーションって言葉をよく使ってましたね。飲まないと本音を話せないって言ってました。
ありましたね。ノミニケーションっていう言葉、一時流行りましたよね。はい。飲むとコミュニケーションがひっついてノミニケーションと言います。でもそれは私はちょっと違和感がありますね。飲まないと話せないってちょっとそもそもの関係性に問題がある気もしないでもないです。確かに。シラフで本音を言えたら一番健全ですもんね。そうですね。シラフでお酒を飲んでない状態で本音を言えたら一番いいですね。今の飲み会に対する日本の雰囲気は、飲み会はめんどくさいと思っている人が多いです。なぜなら、日本にはお酌文化があるんですよ。上司のグラスが空きそうになったら、空く前に継ぎ足す、注ぐっていうことですね。これをお酌文化と言います。これがあるのと、相手の話をきちんと聞かないといけなかったり、他にもいろいろ暗黙のルールがたくさんありますよね。そうですね。あれほんと気を使いますよね。自分のペースで全然飲めないですし。そうなんですよね。仕事が終わった後にさらに気を使わないといけない。疲れているのにもっと疲れるっていうことで、飲み会はしんどいものというイメージを持つ人が多いんですよね。はい。さて、ここまで飲み会文化の説明が長くなってしまったんですが、実は私が怖いと思うのはそこじゃないんですよ。何ですか？違うところなんです。今日はそれをシェアしたいと思います。私は大学院に通っていた時に派遣社員として働いていたことがあるんですね。そこでいわゆる一般社会の飲み会の経験をしました。はい。で、ただ嫌な感じの飲み会ばかりかっていうと、そんなこともなくて、楽しい飲み会もあるし、日本人って意外と飲み会では仲良くしますよね。心の中はどうかわからないですけど。そこ大事ですよね。表面上の仲良しってやつですね。はい。私は何とも言えないんですけど、私は食べるのも話を聞くのも好きなので、飲み会は結構楽しめるタイプだったんですね。で、飲んで盛り上がって二次会行こう、カラオケ行こうってなるじゃないですか。はい。二次会っていうのは一軒目のお店の後に、カラオケに行ったり、バーに行ったり、もう一度違う居酒屋に行ったりすることですね。で、カラオケに行ったら歌って踊ってタンバリン叩いてすごい賑やかなんですよ。で、お疲れ様でしたってバイバイして帰りますよね。はい、帰ります。で、翌日会社でそのメンバーに会いますよね。そこでおはようございますって言うじゃないですか。言いますね。そしたらここでちょっとクイズをしたいんですが、皆さん、この後どうなると思いますか？皆さんの国だと飲み会の翌日、どんなコミュニケーションを取りますか？私の感覚だと、昨日あんなに仲良くなったんだから、ちょっと距離が縮まってるはずって思うんですよ。思いますね。でもね、みんなスンってしてるんですよ。スンってするんですか？はい。それめっちゃわかります。僕も完全にそのスンとする側です。そうなんですか？はい。スンっていう感覚は皆さんはわからないと思うので説明すると、距離があるとか冷たいとかよそよそしい感じかな。なんで？昨日あんなに一緒にタンバリン叩いたじゃんって思うんですけど、そんな感じなんですよ。実は会社は会社なんですよ。遊びと職場は混ぜちゃいけない気がするんですよね。あと、周りに見られてるっていうのが怖いです。そうなんですか？周りに見られてるってどういうことですか？はい。周りの先輩とか上司に、まだ飲み会モードなのかって思われるんじゃないかって怖いんですよね。周りの目が気になるってことですね。周りの目が気になるは、他の人が自分のことをどう思っ
ってるのかを気にするってことですね。まだ飲み会モードなのかって思われると、きちんと仕事をしていないと判断されることにつながってしまうのが怖いということですか？そうです、そうです。みんな聞いてないようで聞いてるんですよ。誰が誰と親しげか結構見てるんですよね。怖い。そういう見えない監視社会みたいなのは日本はありますね。はい。学生の時って飲み会で仲良くなったら次の日も仲がいいんですよ。でも会社に出ると違うんですよね。はい。それは本当にギャップですよね。学生は人間関係が続くけど、社会人はその場が終われば終わりって感じです。怖いんですけど。日本人はたとえどれだけ親しく夜振る舞っても、次の日には職場に行ったら元の距離感に戻ると。そういう文化なんですね。はい。僕も完全にそうです。でもそれが礼儀だと思ってる人も多いかもしれませんね。礼儀ですか？その発想はちょっとなかったですね。そうなんですか？なんか日本って学生と社会人の間にすごく深い谷があると思うんですよ。例えば学生のうちはメイクをすると学生なのにって言われるんですけど、社会人になると途端にメイクをしないなんてマナー違反だって言われるんですよ。あとは学生の時に恋愛していると勉強が本分でしょ？勉強しないといけないでしょ？って言われるんですけど、社会人になったらいつ結婚するの？って言われません？言われますね。男性も一緒ですか？そうですね。今回の飲み会もその一つかなと思ってて、学生の時と社会人の時と全然その振る舞いが変わるっていうところがね。で、私は気づかずに一回谷に落ちてしまって、ちょっとすごく怖い思いをしたっていう話ですね、今回の話は。なるほど。学生の頃は軽いやつって言われるようなタイプが、社会に出たら社交的でいいねって評価されたりしますね。男性だとそういう感じの谷があるんですね。そうですね。なんかあれってなりますよね。はい。さて、今日は日本の飲み会文化の裏側、そしてそのスンとした距離感について話してみました。皆さんの国ではどうですか？飲み会の後、距離は縮まりますか？それとも日本と同じようにスンとなりますか？僕は次の飲み会でもスンで行こうと思います。そうなんですか？された方はちょっと寂しいですけどね。では皆さんも今日のエピソードが面白いと思ったらぜひ感想をシェアしてください。あと、今回のエピソードのアフタートークをパトレオンの方で見ることができます。今回のアフタートークは数年前に生まれた辞書にはない新しい言葉、スンについてと、飲み会では仲良くなれないのか、日本人の本音と、お酌は女性がやるもの、日本の文化と、令和のお酌事情なんかをちょっと簡単にアフタートークとして話しております。では今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。